日本史実朝と信子。将軍源実朝は牧の方の仲介で公家の坊門信子を后に迎える。二人は仲の良い夫婦となったが、子供は生まれなかったため、やがて悲劇へと発展していく。源実朝と坊門信子のその後を詳しく見ていこう。北条時政はまだ12歳の将軍実朝の後見役となると、1203年建仁3年から1205年元久2年の2年余りの間、鎌倉の幕政を一手に掌握した。1204年元久元年に13歳となった実朝のお妃選びでは、北条政子は足利義兼の娘を御台所にと考えていた。ところが時政の5歳牧の方は前夫との娘の嫁ぎ先である京都の坊門家から后を迎える話を強引に推し進めた。この時朝廷とは距離を置いて鎌倉の独立性を高めたいと考える政子と義時と、源頼朝と同じく京都志向の強い時政と牧の方は完全に朝廷に対する考え方ですでに対立していた。文官の大江広元らを味方につけた時政と牧の方が、父親の坊門信清が後鳥羽上皇の叔父である坊門信子と実朝の婚約を成立させる。坊門信子は名前を信子とする説が一般に流布しているが、実際に信子という名であったかどうかは不明である。時政と牧の方は若い愛息の北条政範を使者に立てて、大人数を后を迎えるために京都へ送り出した。ところがまだ16歳の政範が京都に到着して間もなく原因不明で倒れて急死するのである。あらゆる権謀術数を駆使して鎌倉の最高権力者にのし上がった時政は、牧の方と娘婿の平賀朝雅を将軍に政範を執権にしようと企んでいたようである。政範の死去でその計画が頓挫したため、時政と牧の方は異常なほどに悲しんだ。特に牧の方は精神的に異常をきたして政範に同行していた畠山重忠の嫡男重康を逆恨みしている。実朝と信子の婚儀は鎌倉で滞りなく行われたが、牧の方の讒言が無実の畠山重忠重康親子の討伐に発展していく。この畠山氏討伐をきっかけにして、北条家は時政と牧の方と繊細の子供たちである政子と義時らの二つに完全に分裂する。実朝暗殺を計画していた疑いで時政と牧の方が鎌倉から追放され、京都の平賀朝雅は北条義時の命令で誅殺された。和田合戦で侍所別当の和田義盛を倒した北条義時は、侍所と政所の別当を兼務して最高権力者である執権に就任する。幕政から遠ざけられた実朝は和歌と蹴鞠に没頭する。実朝は自らの和歌700首近くを集めた金海和歌集を編纂するなど、文学の分野で優れた才能を発揮している。また中国の僧侶に勧められて大型船を由比ヶ浜で建造して渡海しようと試みたが、海が遠浅のため座礁して計画は失敗に終わっている。
実朝は信子との夫婦仲も良かったのだが、結婚して10年近くが経っても2人の間には子供が生まれなかった。それでも信子を愛した実朝は側室を置くことを嫌ったという。子作りを断念した実朝はさらに和歌の世界に没頭していく。実朝は朝廷から高い官位を受けることで、源氏将軍が断絶することへの鼻向けにしようと考えていたようである。実朝の後継者問題に悩んだ北条政子は密かに上洛して後鳥羽上皇の取り次ぎ役である藤原謙氏と面会して相談している。藤原謙氏は後鳥羽上皇の皇子を実朝の後継者に送ることを確約した。実朝は和歌の師匠として藤原の定家から教えを受けるなど後鳥羽上皇とも頻繁に交流していた。そのため朝廷と鎌倉幕府は実朝を通じて良好な関係を続けていた。そして実朝のかねてからの念願であった武士としては初めての右大臣に任じられるのである。1219年承久元年1月、実朝は鶴岡八幡宮で右大臣拝賀の儀式に臨んだが、頼家の維持公暁に暗殺されるのである。実朝の逝去によって朝廷と幕府の関係は急激に悪化する。1221年、後鳥羽上皇が王子を危険な鎌倉へ送ることを拒否、上皇が北条義時追討の院宣を下したために承久の乱が勃発した。鎌倉武士の強さは無類で、朝廷軍はなすすべもなく総大将北条泰時の前にひれ伏した。勝利した北条義時は朝廷を許すことをせず、後鳥羽上皇を沖ノ島へ配流している。信子は愛する実朝を失い悲しみの中、鎌倉の寿福寺にて出家して本覚尼と名乗っている。その後京へと戻った信子は実朝の京の邸宅西八条台に住んだことから西八条善人と呼ばれ、当時としては珍しく80歳を超えるまで長生きしたと言われている。